こんにちは、カズマです。動画をご覧いただきありがとうございます。3月11日水曜日、時刻は昼の2時半を回りました。今回話すテーマなんですが、ちょっとしたお知らせがありまして、今月の30日頃に久々に海外を旅します。で、行き先なんですけれども、オーストラリアのシドニーへ向かいます。オーストラリアは7年ぶりなんですよね。2019年に当時そのオーストラリアはケアンズからウルルまで旅をしていた時期があって、でそれから西オーストラリアのパースと、あとは東側にあるシドニーとブリスベン、ゴールドコーストとか、あの辺をぐるぐる回ってた時期がありましたね。でそれから7年、ようやく久しぶりにこうして前と同じようにバックパックを背負って海外を旅する日が来てまいりました。って言っても出発日はまだ2週間か3週間ぐらいあるんで、日本を出国するその前に今日みたいな感じで動画を撮り続けておこうかなっていうふうに考えていますね。って言ってもなんだろうな、いろいろやることがあって、ちょっとした準備というかで、しかも今回そのオーストラリアのシドニーへ行く理由については、当時出会った人と再会できるかもしれないっていうことで、それでシドニーへ行くことに決めたんですよ。当時出会った人とはインスタグラムを交換してて、でたまにメッセージのやり取りをしていた時期があったんですよね。でそれから話し合いの末に久しぶりに来てみないかとか、もし次回来る時があったら家に泊まってもいいよっていうふうに向こう側がねそう言ってくれたんで、これはチャンスかもしれないと思って、でそれで行くことに決めました。でシドニーへ行ったその後の予定は全くの未定です。それについてはおそらくシドニーからオーストラリアアルプスっていう有名な山がありまして、その山脈というか山沿いの近くを経由してメルボルンへ行って、でそのメルボルンからフェリーかまたは飛行機のどちらかでタスマニア島へ向かうつもりです。当時出会った友人と再会するのもそれは楽しみなんですけれど、その次に、タスマニア島もねもちろん行ってみたいんですよね。自然が好きでして、で何よりもそこでどんな人たちと出会えるのかっていう、そっちの方がまた楽しみでもありますね。でこれまでの旅と同じように基本的には徒歩とヒッチハイクで進みます。たまに電車に乗る機会もあれば、でさっきも言ったようにそのメルボルンからタスマニア島へ向かう際はフェリーかまたは LCC 格安の航空会社、どっちかの移動手段で行くことになると思うんですが、そういう場合の除いて基本的には歩きとヒッチハイクで行く予定ですね。もちろんその地域によってはそれ自体が禁止っていうところもあるんですけれど、実際にやった人たちもたくさんいるわけですし、でそういう人たちの体験談やその動画を見た限りでは全然問題なく行けちゃうパターンが多いんですよね。僕も昔ケアンズからウルルまではそのヒッチハイクで行ったことがあるんで、それもたくさんの人たちと会えて、でいろいろ話をしながら移動しているその時間がすごい楽しかったんですよね。その現地に住む人々の目線で見たオーストラリアの暮らしに関することやその文化に関わること、もしくは政治だったり経済に関する話とか、そういうのも全部ひっくるめて地元に住む人、その場所に住む人の目線で見た話っていうのは実際にその時会って話を聞かないとわからないんですよね。それはメディアでもめったに報道されることはないような情報だらけですし、で今とあっては SNS が普及してはいるものの、それでもやっぱり限度があると思うんですよね。僕みたいに一時期ツイッターを使ってた時期があったんですけれど、それはもう完全にやめて、でそういったSNS のタイムラインとかそういうものはなるべく見ないことにしてるんで、今とあってはフェイクニュースとかフェイク動画とかそういうものが出回ってるわけですし、で何よりもその無限に続くタイムラインを眺めている時間がもったいないなと思って、それでやめたんですよ。去年の5月頃に、前回の動画でも話したようにツイッターとX と、スレッズと
リンクトインとブルースカイ、あとはなんか1つか2つあったはずなんだけれど、それは別にいいとして、なんかそういう自分にとって必要のない情報とかそういうものは、なるべく減らした方がいいだろうなって思ったんですよ。これなんていうんですかね、不要な情報に振り回されたくないっていうのと、自分が抱えきれないものをできる限り減らしたいっていう思いが強いんですよね。そういう考えがめちゃめちゃ強くて、なんでかっていうと、例の件そういえばまだ終わらせなかったな、こっちは早くやっておかなきゃ、でもこっちもやらなきゃ、こっちもやらなきゃっていう、なんかその複数の異なる小さな情報や小さな用事だったり、そういったものにどんどん振り回されていって、でいつの間にか情報量がものすごい膨大に増えて、でそれで処理しきれないがために、そういった脳疲労が生まれたり、またはメンタルをかき乱されるような、そういう負の連鎖に振り回されたくない、なんかそういうものをできる限り減らしていきたいなって思って、それでやめたんですよね。そういう感じで、ツイッターも完全にやめて、そういう SNS とか、今とあってはね AI によるアルゴリズムの影響で過激なコンテンツが出回っていたり、それも AI の技術を使ったまるで量産しまくったようなコピペ動画が出回ってる以上、そういうものはなるべく見ないようにしてますね。ちょっと話がずれてしまって申し訳ないんですけれども、人生一度っきりではありますし、その自分の知らないことや、その土地その場所で目にした景色や、その地元に住む、その地域に住む人がおすすめする最高に綺麗な絶景スポットだったり、おすすめの場所を見つける過程が好きなんですよね。でそういうのはガイドブックを見るだけでは得られないことですし、それこそツアーとかそういうものを使って他人が用意した感動スポットとか、そういういかにも金目的で用意されてるような場所へ足を運んで、ただ眺めたところのっていう感じになっちゃうんですよね。実際に行ってみたところのそんな大して感動しなかったっていうパターンがそれは何度かありまして、例えばその昔初めて日本国内を一人で旅した時、旅っていうか2泊3日のちょっとした旅行なんですけどね、大阪と京都へ行った時もそうだったけれど、なんだか、他の人たちが行ってるような場所、みんなそこへ行くから自分も行ってみようかなとか、それもガイドブックに載ってるような場所をただ向かって何の苦労もなく、ただその場所へ行って見上げたところのこういうもんかだったり、もしくは写真で見た通りだったな、はい次みたいなそうやってそういう感じで、まるでスタンプラリーのような感じの従来の旅行スタイル、そういう従来の旅行スタイルがあんまり楽しめなくなっちゃって、そういうものが別に否定するわけじゃないけれど、僕はあんまり好きじゃないんですよね。それが楽しいって人はそうすればいいですし、それ自体を別にあれこれ言うつもりはないけれど、ただ僕はそれ以外にもっと楽しめること、もっと純粋に感動できるものだったり、または知らないことについて知る機会をもっとたくさん得るためには、できる限り荷物を少なくして、それも不確実性のあるような出来事、もしくはランダムな展開が次々と起きるような、そういったことを楽しめるぐらいの冒険心や、または心の余白というものがあった方が、もっと人生は楽しくなるんじゃないかなっていうふうに考えていますね。今のところ考えているのはそんな感じなんですけれど、ちょっと話を戻しますが、今後そのオーストラリアを旅する中でざっくりとしたプランで言えば、さっきも言ったようにシドニー、オーストラリアアルプス、メルボルンを経由してタスマニア島をぐるっと回ってみようかななんていうふうに考えてはいるんですけれど、これがもしかしたら旅の途中で行き先が大幅に変わる可能性もあると思います。例えばそのタスマニア島を目指すはずが行き先を急遽変更して、ブリスベンとゴールドコースト、またはケアンズまで北へ向かって旅をするルートになる可能性もありますし、もしくはオーストラリアを出国して2年前に訪れたニュージーランドへ再び訪れる、もしくは初めて訪れるであろうその
フィジーやバヌアツ、サモアとかああいう南太平洋沿いにある島国へ行くのもありですし、その他にはねインドネシアやマレーシアとかそういう東南アジア諸国を経由してそれから日本へ帰るっていうようなそういう展開になるかもしれません。まだわからないんですよ。それはなぜかっていうと、片道航空券、日本からオーストラリアへ行く航空券はすでに手配しているんですけれども、ただその帰りの航空券はまだ手配しないんで、それについては来週か再来週までには取る予定です。それもね全然わかんないんですよ。人生何が起きるかわからないですし、それこそ今なんだろうたまにニュースで流れたりするんですが、新幹線が止まったりしますよね。時々新幹線が止まったり、もしくは東京都内の山手線が脱線事故かなんかで急に電車が止まって運休となってしまったりとか、そういう可能性だって十分にあるんですよ。だからそれを考えると、もはや分刻みの過密スケジュールを作ったところのその通りにはいかないし、それ以前にそんな綿密に自分の計画を立てる意味ないんじゃないかなって思ったんですよね。それよりも予想外な展開を柔軟に受け入れる、それ自体を楽しむっていうぐらいの心の余裕というか、そういう気持ちがあった方がもっと楽しくなるんじゃないかなって思うんですよね。人はそんな簡単に死にはしないですし、なんだかんだね、その人生いろんなことはあるけれど、そういうちょっとしたハプニングというか、予想外な出来事を交えた方がもっと意外な展開だったり、新たな感動が生まれたり、もしくはこういう風になっていくんだなみたいな感じの、それぐらいのその意外な出来事を交えた方がもっと面白くなるんじゃないかなって、なんとなく僕はそう思います。これはあくまでも僕個人の意見ですし、自分の考えが正しいとは全く思ってないんで、それは人それぞれ考え方は異なるんですけれど、みんな違ってみんないいんじゃないですか。だって人それぞれ、違う人間なんだからさ、そういうもんですよ。というわけで今回行く予定のオーストラリアの旅がどんなものになるかは全く分かりません。自分自身あまり予定は組まないことにしてるんで、今回の話については YouTube 以外にノートというプラットフォームで公開していますので、もし気になる方がいましたらぜひノートも見ていただけると幸いです。というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。特に話すことがないというか、そんな感じで、ちょっとね余談なんですけれど、今このカメラこの石の上に置いてるんですよね。そうこれね、最近ねちょっとカメラを設置するのに必要な長い三脚が欲しいなと思ってるんですけれど、これがね高いんですよね。いろんなメーカーあるじゃないですか。マンフロットとかジッツォとか、それ以外にもいろんなたくさんのメーカーがあると思うんですけれど、どれを選んだらいいか全然分かんなくて、でなるべくカーボン製の三脚で、それもできる限り耐久性と、あとは軽量コンパクトであること、それが望ましいなっていうふうに感じてはいるんですけども、難しいですね。そういう周辺機器や機材を選ぶっていうのはなかなか失敗しにくいというか、ちょっとできれば一度買ったものは長く使い続けたいんで、そういう面ではね、何か新しいものを買う時ってものすごい時間かかるんですよ。そういうのに関してはなかなか意思決定というか判断を下すのにすんごい時間かかるんで、めっちゃ下調べするというか、いろんな人のレビューだったりそういうものを見続けては結局どれがいいんだろうなっていうような、そういう反数思考に陥ってしまうのが僕の、あまり良くない癖ではあるんですけれど、それもまた人間の持つ不完全さというか、その迷う時の様子だったり、そういった人間の持つ雑味というか優柔不断なところとか、なんかそういうのも全部ひっくるめて、人の持つ人情というのがそこにあるんじゃないかなって、なんかそんな風に思うんですよね。そういう意味ではあまり完璧なものにこだわりすぎるのではなく、あえて不完全さを受け入れる、もしくはあえて足りないままにしておく。そうやって自分にとって必要なものや自分にとって何が幸せであるか、何が楽しいと感じるかというものをその都度探し求める、そうやって前に進み続ける姿勢を抱いている方が人生はもっと楽しく過ごせるんじゃないかなって、なんとなく僕はそんな風に思います。
これちょっと言語化するのは難しいけれど、まあそこら辺については何て言うんだろうな、あまり事細かく言うのはちょっと、得意ではないんですけれど、まあお察しください。というわけで、あまりオチがないようなそんな感じで終わってしまったんですけれども、いやなんか久しぶりに外で動画を撮るもんだからなんかいいですねこれ、しかも今日みたいなところもこれほんとちょうどそこに今車がもうバンバン走ってるんですけれど、今これワイヤレスマイク使ってるんで、これのおかげで雑音は大幅に減らすことができるんですよ。そういう面ではこれめっちゃいいですね。はい、というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。しばらく日本を出国する前は今日みたいな感じの動画をあと2本か3本ぐらい撮れたらいいなっていうふうに考えていますね。まあそれがどうなるのかはちょっとわからないんですけれど、自分のペースで、不定期とはいえ自分のペースで、地道に続けていきたいなというふうに考えています。というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。次回お会いしましょう。さようなら。